こんにちは、ピヨピッコです。パート2ではキーニチくんの前髪を作りたいと思います。お顔パーツにこのように重ねて髪型を表現します。金太郎に見えたのは生え際が丸見えだったからですね。この前髪パーツは立体刺繍で作りたいと思います。布の裁断面を刺繍で縁取りすることでほつれにくく、よりリッチな仕上がりになりますよ。手縫いではかなり難しいかと思うので、家庭用ミシンを使います。刺繍シートに刺繍図案を書き写します。色分けしておくと分かりやすいですよ。型紙通りに布を裁断します。3センチボアのはみ出た毛足はすべてカットします。緑のメッシュ部分は重なる部分を少し大きく裁断しておき、重ねて待ち針やクリップで固定します。ずれないようにメッシュの重なっている部分を端から2ミリほどで縫います。両面テープで仮止めしておくのもいいと思います。裏側の緑の布の余っている部分を縫い目ギリギリの位置でカットしておくと裏側もすっきりします。刺繍枠に逆向きにセットします。何も書いていない刺繍シート、紙の布、図案を書いた刺繍シートの順に重ねて挟みます。上から指で動かして図案に合わせつつ、ずれないように刺繍図案の中をしつけ縫いします。途中で刺繍枠を外すことがあるので、全体的に細かく縫っておきましょう。どうしてもずれてしまう箇所があるなら、刺繍の線を修正してしまうのも手です。それでは立体刺繍をしていきますね。家庭用ミシンのジグザグ縫いを使います。ジグザグ縫いは生地の端をほつれないように始末するための縫い方で、ほとんどの家庭用ミシンに搭載されています。ジグザグ縫いの縫い目、つまり進む距離をごく短くすることでサテンステッチのような見た目になります。今回の設定は縫い目は 0.3 ミリ、そして振り幅、針が落ちる幅を指定することで刺繍の太さを決めることができます。今回の振り幅は基本が 2.5 ミリ、細い部分は 0.5 ミリです。紙を刺繍するときは交わる線の重なりを意識します。後から通る線は先に刺繍された線の上を通ることになるため、T 字に交わる場合はこのような順番で縫っています。実は初めての試みということもあり、失敗したことがあります。刺繍範囲が大きかったため、21センチの刺繍枠を使ってみたのですが、刺繍枠が大きすぎてミシン本体にぶつかり、進行方向がずれるということがありました。途中から16センチの刺繍枠に変更し、ぶつからないように挟む位置を変えつつ、刺繍を進めています。ジグザグ縫いで刺繍をする際には、刺繍枠がぶつからないかどうかあらかじめ確認しておくと良いと思います。ジグザグ縫いで刺繍をすると、確かに時短になります。ただし一度失敗すると、糸をほどくのが大変で、さらに刺繍シートや生地にもたくさんの穴が開いてしまう。直線縫いと異なり、コントロールもかなり難しいため、私も理想通りに縫えることは稀です。挑戦する際には、必ず別の布で練習してからやってみてくださいね。
こことここの2箇所は縫っていません。後でお顔パーツに縫い付けます。先に髪の模様を刺繍します。直線的な図案なのでジグザグ縫いでやってみました。刺繍枠を外して何も書いていない下側の刺繍シートのみを取り除きます。一緒に上のシートを破ってしまわないように注意しましょう。お顔パーツに位置を合わせ、刺繍枠を逆向きにセットします。待ち針で固定し、ずれないようにしつけ縫いをしておきます。お顔に縫い付ける箇所をジグザグ縫いで刺繍します。刺繍シートを取り除きます。刺繍を傷つけないように注意しましょう。はみ出た毛がある場合はカットします。刺繍シートの図案の色が目立つ場合はドライヤーの熱で消しておきましょう。水と綿棒を用意します。刺繍した部分に少しずつ水をつけていきます。刺繍シートは水溶性なので溶けて目立たなくなり、少し硬くなるので刺繍の補強にもなります。ジグザグ縫いの端はほつれやすいため、整えた後手芸用ボンドで固めておきます。結構いい感じにできたんじゃないでしょうか。立体前髪を顔に縫い付けるにあたり、ダーツにかぶらないようにしています。かぶると組み立てることができなくなっちゃいます。縫い落としてると思ったら、ボアの毛足が挟まっているだけでした。3センチボアの扱いにくさを改めて実感します。後ろ髪の模様も刺繍しました。普段は前髪の刺繍にシャッペスパンを使用しています。今回、よりツヤ感のあるファイン糸を使ってみました。光沢があることで刺繍感が出るかもと思ったのですが、私のミシンと相性が良くないのか、やや使いづらかったです。今回はここまで、次回はいよいよ組み立てていきますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ぴよぴっこでした。